気持ちをはっきりさせるっていう意味であれば、今の彼女のことは嫌いではないです。でも元カノのことも嫌いとは言い切れないんですよ。別れたことに対して自分で納得できてなかったところがある。何言ってんの？捨てられた側ですよ、あなた。は沼田さんはまだ好きな気持ちはある？まあそうですね。私はもう沼田さんのこと好きじゃないと思う。なんでお前がそういうこと一緒にいて別れますけど。いやわかんないだろそんな。いやマジだよ。もうそうだよ。ほんと常識がないとね。あんただけの考えじゃんそれ。知らないじゃんこう二人でいるときうちらが。なんでそういうこと言えるの？ここにいる当事者が一番分かってなかったりするんだよね、そういうの。いや勝手にあんたが言ってるだけだろ。まあまあまあ、なんで笑ってんだよ。二宮さんはその悪いことをしてしまったなというような気持ちはなさそうないですか？二人が一緒に行ったところで幸せじゃないと思ったんで、皆さんが言うように早く手締めつけた方がいいかなって思いました。いやそういうこと言ってますけど、いやあんたがさそうやってうちら別れさせようと裏でごちゃごちゃやってんでしょ。そういう気持ちなかったらさ、その簡単に別に私ともさ、そうなったりしないじゃん。いや。いやでもね、これ残酷ですけど、沼田さん本当に多分出る幕ないよ。いやそんなことはないです。そんなことはない。そんなことない。マジだってどうすんの？どうなの？でも一言も何も話さないですよ田原さん。なんで黙るの？ミリちゃむさんこれどういう普通対応するべきなんですかね田原さんは。もっと誠実にいろいろちゃんと話したら、まずさ、話し方がさ、もやもやしすぎててさ、私すっごいイラつくのね。はっきり喋ってほしい。なんなのそのいやとかでもとか、いらないのよいやでもは。どうしたいのマジで。自分が引き起こしたことないから責任持って最後までやらない。高校生に言われて恥ずかしくないの？自分がその浮気をしてしまったこれがもう一番悪いこと、これが引き金になったってことは承知してるんですよ。悪いと思ってないでしょ。自分がその浮気をしなければこんなことにはならなかったっていうことは自覚してます。そう思ってる自分の気持ちも今こうやってはっきりできてないっていうところも。田原さんもね、そうモヤモヤしたんですよ。ね、今でも結婚してないから。今のところね、確かに彼女に対して不誠実かもしれないけども、魔が差したのかなっていう気持ち、いやそれはね女性陣には言いづらいですけども、したかったんやなっていうところがあるんですよね。五木さんはっきり言ってほしい。でも聞いた感じ心の動きじゃないですか。心の動きだってまだ心残りあるんですよ。気持ちが入ってるってことでしょ。確かに気持ちが残った状態でそもそも3年前に沼田さんと付き合ったってことですか？いやあの頃はもう関係は断ちました。もちろん向こうから振られましたし、完全に僕も忘れたって言ったらそれは嘘になります。もちろん気持ちは多少残ってましたけど、もうそこで関係は終えたつもりでいました僕も。それがあったからこそ今のね彼女とお付き合いしてここから再スタートっていう気持ちはありましたから。これこうなった場合マジで本当その2人二宮さんと田原さんはもうとりあえずもっと置いといて、結局は僕ら今話さないといけないのはその沼田さんの将来がどうなるかっていうことだと思うんですよ。諦めるのが諦めきれないのか、そこはスパッといって未来に行くのか、田原さんにこだわるのか、ここですよね。もう多分あの女に渡すのが悔しいという気持ちでおるんじゃないかな。維持になってるみたいな。それ一番もったいないと思う。あやふやな結構田原さん発言されてるんですけど、私アンケート見てちょっと驚いたのが、仕事はできるんですよね。自分で言うのもあれですけど、最近ちょっと出世したというか、はいキャリアも上がりまして、年収1200万ぐらいは1200ぐらいは取ってるんじゃないかなと。これは大したもんですよ。でも仕事できても人間できてないですから、なんか人としての価値は低いんじゃないですか。いやでも高校生にこんなこと言うのちょっとあれやけど、1200万ってすごいよ。いやわかりますよ。すごいすごい。でもね、なんかモテる男とかでなんかたくさんの女性とこう並行して遊んでるから彼女作らんみたいな、ねタイプの人っているから、そうなりたい感じ。この関係をスパッと終えたいっていう気持ちがあって今回相談に来ましたので。そうだからそういうお金も稼いでいろんな女の人と遊びたいんやったら、その彼女を作らずにっていうのは確かにそうよなとは思います。いや遊びたいっていうか、五木は優しいんですよ。優しいから自分の気持ちははっきり言えなくて、沼田さんは本当に多分感じ取れてないと思うので。なんでそっちが好きなのまだ五木のこと。彼女ぶらないでほしい。何言ってんの？意味わかんないんだけど。いやでも元カノの分際ですから。分際。たかが元カノだから何言ってんのって話なんだけど。いや本当に
お前の人間性を疑う、普通に。分かってないで、マジ偉そうなんだよな。マジいや、偉そうなのどっちだ、お前が浮気してんだろ。みたいな人。向こうが浮気してるっていうか、浮気しちゃったのはこっちだから。いやいや、同じだから。何言ってるの？なんで守ってるの？いや、とか、守るとかじゃなくて、いや、そうじゃなくて、マジよく言えるよね、本当にあんたそんな。いや、お前黙れよ、マジで一回。うるせえよ。こういう風に2人が喧嘩するっていうのも僕の中では最悪ですよね。そうなんです。だからそういうのを断つっていう意味でもあるんです。もうここで別れたいっていうのも。でもちろん向こうとも関係を断ちますし。そういうので立つ。何もなかったって本当にそれこそ都合よくなっちゃいますけど、そうじゃないんですよ。今このごちゃごちゃになってるのを解決していきたいっていうのが大事にあって。でもリセットするっていうのはさすがに卑怯ですよ。それはさすがに卑怯ですから。なんで自分にさ何もなかったことにしようと。いや、そんなことはないです。僕が悪いってのは分かってるんです。言い訳多いんだよね、さっきから。はっきり言ってくんない？すいません、ちょっといいですか？はい、沼ちょっと田さん。私言ってないことがあるんですけど、何？今日ちょっとちゃんと言おうと思ってたんですけど、私妊娠わあ。そうでしょ、これは。ちゃんと今日妊娠届出書も持ってきてるし、沼田さんから妊娠届出書をお預かり、しております。氏名、そして必要事項をちゃんと記入されて、交付番号もありますので。知ってないけど。だってさ、こういう時にしかまともに聞かないじゃん、話あんた。いや、でも、本物ってこと？病院だってこと？それはちょっと話変わってくるな。子供いるの？子供いる。何ヶ月なんですか？今8週目です。いやこれはいきなりシビアな話になってね、もうふざけられないですよ。別れるの相談に来たんですけど、番組の趣旨というか成立しないかもしれないんですけど、そうなってくると違うというか変わってくるっていうか。しっかりと結婚まで持っていくということですか？はい、そうですね。嫌いになったから別れるってわけじゃないんで。あんまりそれ言わへん方がいいですよ。もうねでも本当は今好きな気持ちはあるんですよ。子供は欲しかったのはありますし、元カノにはもう申し訳ない。申し訳ないっていうか、まあ関係ないから、ね。二宮さん、実際に妊娠しているという事実は嘘ではないと、書類を見る限りですね、本当に妊娠されている沼田さん、今状況です。私もびっくりはしましたけど、ここまでの状況がすごく複雑になってきたので整理させていただきたいんですけれども、田原さん、沼田さん付き合っている沼田さん、今勇気を出して妊娠したという情報を発表してくれました。さっきリセットって言っていましたけど、今の心境は？その場に出てきて申し訳ないですけど、その気持ちは今はもうないです。子供がいるって僕知らなかったんで、妊娠してるなんて思ってなかったので、僕はもうリセットとかそういうことは考えずに、今の彼女のことをって気持ちにも改めてます。当たり前でしょ。そう絶対そうですよ。考えが変わったと。そうですね。別れる別れないと相談も持ちかけていてあれですけど、あとこれがオンエアされないように祈るだけだ。そうですよね。沼田さん、どんな気持ちで発表してくれたんですか？元カノがごちゃごちゃうるさいんで、もうこれ言わないと黙ってくれないなと思ったんで言いました。勇気ある発表だったと思います。レオさん、いかがでしょう？シビアすぎません？なんか子供がいるって分かったから、じゃあもうそっちでってなる一樹さんも軸ブレブレだし、なんか怖いですね。なんか何を考えてるのか分からないっていう。ミリチャムさんは？いや本当に自分のその芯っていうものがないんだなと思って、流されやすいですよね。会いたいって言われたからって別れようと思ってたけど妊娠してたから、じゃあそっちと付き合ってきます。どういう感じ？はっきりしてなかったっていうのは、これっていうその自分の中で決定打がなかった。それが今回妊娠っていうことに当てはまるんじゃないかなとは思って。覚悟ができたと。はい。まあ、俺は分かりますよ、感じね。なんかまあ一回リセットっていうか楽になりたかったんだろうけど、それよりも優先しなきゃいけないことができたっていうことですよね。それはまあ全然分かります。女側からしたら結構気に食わないですけどね。一生懸命働いてもらってお仕事する人みたいだから、
田原さんは一生懸命働いてもらって。はい。 ATM にしていいと思う。そうですね。うんここまでの話聞いていくと、今回エンドロールエディションでのご出演ということなので、別れるか別れないかという2択を最後に決めてもらう予定だったんですけれども、今回別れずに終わるっていう展開になりそうですね。ただここでせっかくこのタイミングなんで田原さんはその元カノの二宮さんのことをちゃんと終わらせないと。なんか聞いてる感じだと二宮さんは、田原さんが自分のところに戻ってくるぐらいの感じで思ってると思うので、そこはもうここでちゃんとはっきりこの機会にさせておかないとダメだと思いますよ。もともとそのお子さんお好きとかあったんですか？欲しいとはずっと思ってますし、実際言ってもいたんですけど、子供は欲しいなっていうことは。沼田さん喜んでくれてるのは喜んでくれてるみたいですよ。そうですね、それは私としても嬉しいですね。みーちゃんさん、どうやったらさらにハッピーになりますかね。さらにハッピーに見たくないかみたいな感じで頭が上がらないと。そうだから別れたいみたいになってましたけど、その気持ちをまず捨てなきゃ無理だと思います。はい。とことん彼女に尽くした方がいいと思います。で信頼をちゃんと築いていかないと、そんなちょっとやそっちじゃ信頼って築けないから、気づいたとしても何かのね、例えば何か一個やらかしたとすれば全部崩れるから、彼女に対して信頼を築くような姿勢を取らないとダメだと思います。はい、わかりました。お二人でこれからもう一緒に歩いていくっていうことですもんね、沼田さんは。リセットって言ってますけど、私は許すつもりはないので、心をもう一回きれいにしてもらって頑張っていきたいなと思いました。あとはじゃあ田原さん次第ですね。今回ね、電話してまでしてくれた元カノにはもう申し訳ないっていう気持ちはありますけど。すいません。はい。ずっと考えてたんですけど、正直。何か二宮さんも言いたいことがあるということですか？真剣に考えたら言っといた方がいいなっていうことが、五木のことを思ってね、ちょっと前からずっと黙ってたことがあったんだけど、はい。沼田さんはさ、大地のことは話さなくていいの？友達で、僕で大地っていうのがいるんですけど、沼田さんにマジ何やってんだろうと思って。電話つなげられるんですね、この番組って。大地呼ぶことってできますか？ここで決定はできないです、こういうことになってしまったら。事前に許可をいただいている人にしか電話できないということですし、すいません、スタッフさん確認いいですか？はい、すいません。はい、通常は答えを出して終わるんですけれども、初めてのことですね。